こんばんは、はるです。今回は最新版のミッドフィルダーティアリストになります。前回のティアリストからまた、少し更新をした、ティアリストになっています。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回ですね、新しいシェイプシフターズの選手だったりとか、またそれまでに来ていた SBC の選手だったりとかを追加してティアリストにまとめました。それでは、早速紹介をしていきます。こちらが最新版のミッドフィルダーのティアリストになります。C だったり、D だったりに新しく追加した選手はいないんですけれども、少し、アンドレだったりとか、ベロンだったりとか、ディレインだったりとかを下げて、少し調整を、C の場合はしました。で、そして、B もですね、新しく追加した選手はいないというふうなことですけど、チアゴだったりとか、フェキルだったりとかを入れて、少し調整をした、というようなところですね。で、そして A と B の間にいるのが TO テストモメントのシソコですね、シソコ。シソコも前回からは少し下げたという風な形に、なって、調整を、しました。ちょっと重たい選手になるので、個人的にはシェイプシフターズが来て、ちょっとこう使いにくさも出てきたかなっていう風に思います。で、A ですね。A は ECL ウィナーのカカ、アイコンのカカですね。で、そして、シェイプシフターズアイコンのファンペルシー、このキャムのファンペルシーです。で、そして、現役の選手は、シェイプシフターズのバイリーだったりとか、シェイプシフターズのフランコフスキー、そして、マオザマッチかな。マオザマッチのロドリを入れました。ECL ウィナーのカカに関してはですね、個人的にちょっとこう期待を寄せてた選手ではあったので、その中で、あまりこう期待を超えてこなかった。ちょっとなんか残念だったなっていう風に思う、選手で、なかなか一番上には上げきれなかったかなっていう風に思いますね。もちろんスキル5だったりとか、能力的に非常に高く、なってはいるんですけれども、正直やっぱり逆足5にアップグレードされなかったことだったりとか、その、バースデーでいいやんみたいなことになってしまったんで、個人的にはなんかもっと強く出てきてほしかったなっていうのはありますし、もちろんこうね、ティアリストっていうようなことになるんで、ほんと実力だけで自分はこうランク付けをしてるんで、SBC の価格とかはね、またこう別のティアリストになるんですけれども、価格面と比較してもやっぱり高いなって思いますし、その中で、やっぱり残念やったな。カカだったらもっと強くなれるだろうっていう、カカっていう風な選手自体、やっぱ一番上のランクにね、いてほしい選手、ではあるので、ロマン的なとこも含めて。だからこそちょっと能力だったりとか、こう強さ的にももっと、高くできたんじゃないかなっていう風に思ってしまいますね。上がったとしてもこの S と A の間ぐらい。S ランクの選手、の方が全然強さは感じるかなっていうレベルにはなるんで、ちょっとなかなか今回はこの SBC のカカは A という風なことにしました。で、そしてシェイプシフターズアイコンのファンペルシーです。キャムの、ファンペルシーなんですけど、逆足が5で、両方からパス、シュートっていうのができるのは素晴らしいと、思いますね。あとはスピードもある程度ありますし、2列目だったりとかから、こう飛び出していく力っていうのもありますね。で、シュートに関してはね、それこそ RW だったりとかよりかは、高くはないんですけど、それでも比較的、やっぱり逆足5だったりとかを活かして決めきることっていうのはできます。で、やっぱり現環境ではパス能力っていうのはね、もちろんこうキャムになってるので、うまく、なってる選手にはなるんで、普通に中盤のトップ下だったりとかで、使えると、全然輝ける選手にはなりますね。若干ね、ちょっと重たさあるかなっていう風な選手なんで、そこだけは注意必要かなっていうのは思いますね。で、そして、バイリーですね。シェイプシフターズのバイリー。バイリーの場合はセンターバックから CDM に変更をされた選手なんですけれども、基本的にやっぱりボランチというよりかはどちらかというとセンターバックの方が最適な選手になりますね。本当にこう、守備の対人の力っていうのは強いですし、値段もかなり安いんですけれども、値段以上のこう強さっていうのを見せてくれる、そんな選手になります。ペースもあるので、あまりこう遅いっていう風に感じることは自分はなかったので、
まあ、基本的にはこう守備線の選手としては強いという風な印象を受けますね。うん。まあですけど、この選手の場合は、やっぱりドリブル面っていうのは重たさ、どうしても出てくるので、まあそこが、まあ気になるとこかなっていうふうに思います。なんで、バイリーでこう、なかなかこうずっとボール持つっていうことはやめといた方がいいかなっていうふうな、ことですね。で、そして、シェイプジェターズのフランコフスキーです。フランコフスキーは、プレミアムっていう風なことで、王冠のマークが、ついてて、ちょっとね、ダイナミックイメージのところも、なんか、もやもやっとしていて、ちょっと違うんですけれども、一応、ケミさんで、使うことができますね。うん。なんで、その、ケミの部分に関しては問題はないと、思いますし、ドリブルだったりとか、スピードもね、かなり速い選手に、なったので、本当にがっつりサイドアタッカーという風な選手になりまして、元々サイドバックだったんですけど、そこで本当にサイドハーフ、サイドウィング的なところで、かなり生きるような、選手になりました。で、スキルもね、5になったんで、ドリブラーの方はめちゃくちゃ使いやすいかなという風に思います。ほんと軽かったんで、普通に L スティックのドリブルも細かいですし、この人はね、逆足さん。そこだけです。正直それ以外はかなり良かったかなっていうのは思うんで、中盤の選手、またはね、サイドのアタッカーとして使う方もおられると思うんですけど、やっぱりそこで、ね、ドリブル面、スピード面っていうのはかなり良かっただけに、逆足がね、4だったり5だったりすると、かなりまた良かったかなっていうのは、思います。これちょっと惜しかったかな。でも、個人的には A にいても全然おかしくないかなっていう風に感じます。で、そして、ロドリですね。マン・オブ・ザ・マッチのロドリ。ロドリに関してはね、やっぱりこう、真ん中ら辺にいるブスケツと同じようなタイプですね。足も長くて、身長も高くて、で、パスも上手くてっていう風な選手で、ペースもやっぱり上がったロドリっていうのはやはり強いなという風に感じますね。この選手も SBC で来てるんで、10万ぐらいの価格としてはかなりコスパはいいかなっていう風に思いますし、実力的には、自分的には A にいてもおかしくないかなという風な、ところですね。ジョッキも比較的早かったですし、ロングシュートも打てるという風な部分で、今季のロドリの活躍ぶりっていうのをこのカードで表現することはできる。そんなカードが来たなというふうに思いますね。で、そして S と A の間にいるのがシェイプシフターズのウパメカノ、そしてシェイプシフターズのデパイ、この2名を入れました。この2人もね、非常にやっぱり強いですし、めちゃくちゃ一番上に上げようか迷ったんですけど、ちょっと今回はこの間というふうなことにしてます。ウパに関してはスキルが5になって、本当にこうね、キャムでも全然いいと思いますし、サイドでもいいと思いますし、ボランチとか、ツーシームの一角とかでもいいと思います。守備値以上に普通に守備はできます。やっぱりフィジカルが強くて、なんか足も長いし、なんか守備能力がそこまでなくてもしっかり取ってくれるっていう選手にはなりますね。で、かつ攻撃センスも非常に高くなって、スピードもありますし、それこそシュートっていうのもね、決めきれる、そんな選手になります。ドリブルはね、若干重たいんですけど、身長186センチの、もともとセンターバックのウパメカノという風なことから考えると、かなり軽くなったかなっていう風に思います。スキルを使う方なら、なおさら普通に使えるかなっていうのは、思うんで、若干こう切り返しの部分だったりとか、反転する時だったりとかは重さ感じてしまうんですけれども、普通に自分的には扱える、ドリブルのレベルだったかなっていう風に思います。これはやっぱり SBC で来てるんですけど、作っといて損はないかなっていうのは、思いますし、今後ね、なかなかやっぱりどうしてもちょっと重たい選手になるんで、前線として使った時にそこの重さが気になってっていうことはあったりするかもしれないんですけど、現状、自分はかなり強い選手だなというふうに感じました。で、そして、デパイですね。デパイ、シェイプでデパイ。デパイもですね、やっぱりこう、もともと前線の選手からこう CM に変更をされて、本当にいろんなことができるようになったなというふうに思います。なんかちょっとこう小さいフリットみたいな、感じの選手で、守備も攻撃もできる選手で、さらにやっぱりスキルが5っていうのがいいですし、逆足もね、3から4に変更をされたというふうなことも素晴らしいです。守備能力はかなり高いんですけれども、やっぱ攻撃に出ていくっていう風な選手として使うのが一番いいかなっていうのは思いますね。
で、やっぱりデパイはね、ちょっと冷静さがちょっと低かったりとか、したんですけど、やっぱそこも改善をされていてね、92とかかな、ぐらいになっていて、非常にやっぱり素晴らしいですね。うん。で、やっぱりスピードもあるし、ドリブルも軽いし、パスも上手くなってってな感じで、守備はできるようになったけど、フィジカルがちょっと弱かったりとかはするんですけれども、基本的にはやっぱ万能選手。で、まあ個人的にはここに現環境でもかなりこう S に近い、レベルの選手にはなるなというふうに感じますね。でそして S ですね、一番上のランクですけど、新しく追加した選手はですね、シェイプシフターズアイコンのソクラテス、そしてシェイプシフターズのファンダイク、そしてシェイプシフターズアイコンのこちらも SBC で来ましたザンブロッタ、この3名を入れました。まあ、ソクラテスに関してもですね、ウパと同様に、ちょっとこう反転する時だったりとか、ちょっと細かな切り返しみたいなのはあまりできない、選手にはなるんですけれども、身長192センチの選手の割にはかなり軽いと思います。うん。なんで基本的にはやっぱりそこのね、ある程度の軽さがついたっていうのはもうかなり高ポイントですし、全然扱えるようになってます。普通のこうプライムだったりとか、これまでソクラテスよりかは全然軽く、なってますし、やっぱり CM の選手として出てきて、よりこうね、キャムのね、プライムのこうソクラテスよりかは守備がめっちゃできるようになってるっていうところですね。まあ能力だけじゃなくて、やっぱなんかしっかり戻ってきてくれるんですよね。自分が使った時はね、本当になんかほっといても、ソクラテスを操作してなくても勝手になんかめっちゃ早くダッシュで戻ってきてくれて、後ろからガツンと刈り取ってくれるっていう、ことができたんで、基本的にはやっぱりこの選手は化けたなって思いますね。うん。本当にこれまでソクラテスはあんまり使われてこなかった選手、だったので、重すぎて。うん。なんで、そんな中でこういうシェイプシフターズで強化をされたソクラテス。今ではね、やっぱり、後で紹介しますが、ザンブロッタが来たせいでというか、まあ値段はかなり安く、落ちてしまったんですけど、自分はね、めちゃくちゃ、現環境では強い中盤だなっていうのは感じるんで、まあお値段以上の、選手にはなるなというふうに感じます。逆足も5なんで、しっかりシュートも決めきれる、そんな力持ってます。普通にソクラテスはマジで強くなったなっていうのは思いますね。でそしてシェイプシフターズのファンダイクですね。ファンダイク、こいつはほんまにエグいです。もうこれまでの TOTS を一掃するかのような力を持ってますね。うん。でこの選手もまあバイリーと同様にもともとセンターバックでまあボランチに変わったんですけど、ボランチというよりかはやっぱり最適はセンバだなっていうのは感じます。守備能力が落ちたってわけではないんで、守備能力も強化をされつつ、要はボランチに必要なパス能力だったりとかドリブル能力が上がってる、スピードも上がってるっていうだけなんで、それがセンターバックになってもやっぱり生きるんで、パスだったりとかそのビルドアップ面ではね。でやっぱりダイクっていうとやっぱりほんとこう最高峰の守備力っていうのがあるんで、マジで貫通しない。かつボランチの、ね、ポジションになったことによってスピードも TOTY から比べると4も上がってるんで、これはね本当にまあそのミッドフィルダーのねティアリストに入れるかどうかも迷ったんですけど、バイリー同様、ですけど一応 CDM 登録だしなっていう風に思いつつ、本当に最高峰のセンターバック、もう最強クラス。まあ値段も物語ってますよね。本当600万ぐらい、して、本当に強い、選手にはなります。もう明らかにシェイプシフターの中では目玉の選手で出てきて、総合値も98と、とんでもない、力を持っているので、まあ明らかに S かなというふうに感じますね。でそして最後ですね、シェイプシフターズアイコンのザンブロッタですね、ザンブロッタ。ザンブロッタもね、めちゃくちゃね、自分はいいんですよ。うん。この選手も、なんですかね、何かがね、突出してるってわけじゃなくて、全部がいいんですよね。うん。スピードも速いし、シュートも打てるし、この選手もね、逆足5なんでね。で、ドリブルも全然扱える。まあ、ちょっと軽いぐらいかな。うん。で、パスも上手くて、で、逆足後もそこで生きるし、で、守備もできる。普通に取ってくれる。インターセプトもしてくれるし、対峙でガツンと取り切るっていう守備もできる。ジョッキーも速いっていう。で、フィジカル負けっていうのもそこまでしない選手にはなるんで、そのサイドバック
の時の守備力そのままに、この選手のビルドアップ能力が上がって、スピードも上がってっていうような選手にはなるんで、まあ、非常に素晴らしい、選手になりますね。本当にこう、6つの能力、ペース、シュート、ドリブル、パス、ディフェンス、フィジカル、この6つの能力全てをちょっと兼ね備えた選手が来たなっていう風なところで、ちょっとこの選手一番上にしないっていうのは、あんまりないな。それこそウパメカノみたいに本当になんか強靭なフィジカルでなぎ倒すみたいなことはないですけど、それがまたウパの良さだったりとかするんですけれども、その他でプラスの要素がやっぱりウパよりあったっていう風な、部分で個人的には上にしてるんで、そのところでね、ちょっと安定感っていうんですかね、やっぱなんか突出してるとかじゃないけども、安定してずっと活躍できるみたいな、選手になる。で、かつやっぱりこれからのね、シェイプシフターズっていうのを考えた場合、ポジションチェンジっていうのがなされるわけなんで、今後、中盤起用したら強い選手だったりとかが出てきた時に、この、ね、ザンブロッタを中盤以外のところに配置するっていうこともできますし、ユーティリティな選手になるんで、そういう意味でもやっぱりこれから今後のスカットのね、変更次第でもなんかいろんなところで活躍できるという部分も、ちょっと実力があるからこそできることだと思うんで、そういう使い方も今後なされていく可能性は全然あるのかなっていうふうに思います。本当にどこでもできると思います、この選手は。センターバックもやらそうと思えばできると思うんですけど、サイドバック、ボランチ、非常にやっぱり素晴らしい選手にはなるんで、ちょっと現環境だったらこの S の中に入れても、おかしくはないかなというふうに感じました。という感じで、これが最新版のミッドフィルダーのティアリストになります。もちろんね、ここに入れきれなかった選手いると思うので、気になる選手がいればですね、コメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。